子供が巣立って家族の人数が減ったり、一人暮らしになって買わなくなったもの、皆さんにはありますか？この頃全然買ってないなとか、めったに買わなくなったなというものが私には3つあります。節約にもなってるし、何かがなければ生活できないというのは思い込みだったかもと気づくのも面白いものです。一つ目は多分大抵の家の冷蔵庫の扉のポケットに入ってるもの。うちの冷蔵庫も基本の調味料がいろいろと入ってますけどね。あれがない。そう、ドレッシングです。一人暮らしだと1本買うと使い切れないんですよ。あるいは使い切るためにもうこの味は飽きたなと思っても頑張って使い続ける。それでも瓶の底にちょっとだけ残ってるドレッシングが何本か溜まっちゃったりしてね。そんなことがあってもう買うのをやめました。いろんな味のドレッシングがなくても基本の調味料だけでなんとかなるものです。ああ、これ何かの景品でもらった大きなタバスコ。もらえるならラッキーって喜んだけど、やっぱり使い切れない。頑張って使い続けてるところです。頑張ってあり地獄にはまってる。そんな気がしないでもないんですけどね。やっぱり私には基本の調味料だけで十分みたいです。もう一つはラップ。一応持ってはいるんですよ。お菓子作りをしてると、ここはどうしてもラップがいいっていう場面があるんでね。でもそれ以外はまず使わなくなりました。大抵のものは蓋付きの保存容器で事足りるし、お皿にちょっと残った料理はドーム型のカバーをちょんとかぶせておけばいい。ほんの1時間、半日、短い時間使っただけで捨てるラップって全然効率的じゃないってことに気づきました。ラップの代わりになるシリコンカバーも便利ですよ。シリコンカバーがなくても、なんなら適当にお鍋の蓋をかぶせておくだけでいい。何年か前にどう見てもお金持ちの友達が余ったサラダが入ってるボウルにラップじゃなくてお皿をポンと乗せて蓋代わりにしてるのを見て、そうだよね、それって全然貧乏くさいことじゃないよねって気づいたんです。それに私の町ではゴミは有料だから、使い捨てのものはできるだけ減らしたい。ラップを使っては捨てて、捨てては買ってくる。そんなストレスからも解放されました。白状しますね。昔は使ってたんです。家族がいる時には、一人だけ帰りが遅くなる家族の食事にラップをかけては外してすぐに捨てる。そんな暮らしが当たり前だと思ってました。でも今はね、何か使い捨てじゃない方法で蓋をした方が気持ちがいいんです。部屋って何かとごちゃついちゃうものですよね。本当は殺風景なぐらいすっきりした部屋が好きなんですけどね。でもとあるものを置かないだけでもテーブルの上がすっきりすると気づきました。それはティッシュです。でもこれも一応持ってますよ。割とすぐに出せる場所にしまってあります。誰かが来た時のために取っておいてある。そんな感じかな。自分ではほとんど使わないです。多分この箱を開けてから1年以上が経ってます。例えばティッシュの箱をテーブルの上に出しておくと、ちょっと何かこぼした時とか、焼き魚に絞ったレモン汁が一滴テーブルに飛んだだけでティッシュを1枚取り出して拭きたくなる。
無意識にそういうことをしている光景をよく見かけます。白状します。昔の私がそうでした。ある時何かで読んだんです。お金持ちはすぐ手の届くところにティッシュを置かないって。それが本当かどうかはわからないけど、心がけの問題ですね。布巾で拭けば事足りるのに、手近なところにティッシュがあるとつい使っちゃう。人ってそんなもんです。ここだけの話、ティッシュをしまっておけば、私もお金持ちになれるかもなんて、そんな気持ちがちらりと頭をかすめたりもしたんですけどね。残念ながらそれはまだ実現してません。でもティッシュを使わなければゴミも減るし、さほど困らずに暮らしていけると分かったし、これもやっぱり気持ちがいいです。最後にもう一つ。私が食器洗いに使ってるのは石鹸です。液体の合成洗剤も持ってるけど、それを使うのは本当にごくたまに、頑固な油汚れの時だけです。お皿が油でギトギトになるような料理はほとんど作らなくなったので、普段はほぼ石鹸です。液体洗剤に比べて減り方が随分少ない。長持ちするんです。そして値段も安い。合成洗剤を使ってた時はしょっちゅうドラッグストアに行っては買ってたような気がします。大きな金額ではないかもしれないけど、塵も積もればですよね。それにもともと石鹸が好きなんです。洗面所に置いてあるのも液体や泡が出てくるハンドソープじゃなくて石鹸。これはプレゼントでもらった蜂蜜石鹸です。石鹸で手を洗うと小学生の頃を思い出して楽しいんです。お風呂に置いてあるのもボディーソープじゃなくて石鹸。余計なものが入ってないから肌にも優しいですよ。ドレッシング、ラップ、ティッシュ、液体洗剤、そういうものがなくなったらすごく不便かもと思ったんですよ。でも実際にはすごく不便ってわけじゃなくて、ちょっと不便、そのぐらいだよねと気持ちを入れ替えてみたら本当にそうでした。ちょっとだったらなくてもいいかなって買わずに済ませてみたら意外と大丈夫でした。そんな感じで少しずつ今の自分に必要ないものを見つけていく。物を買わないことで新しい世界が見えてきた、そんな気分です。ご近所さんから夏みかんをたくさんもらいました。そのまま食べてたりしてたんだけど、食べきれそうにない。ポン酢にしてみようと思います。柚子ポン酢は手作りしてるけど、夏みかんは初めてです。柚子ほど香りは強くないけど、その分癖のないポン酢ができそうな気がします。作り方はとってもシンプル。果汁を絞って、果汁と同量のお醤油、20% のみりん、10% の鰹節、10センチぐらいの昆布を入れて一晩置いておくだけです。大量だから絞るのはちょっと大変。筋トレとかエクササイズだと思って頑張りましょう。夏みかんのいい香りが古いキッチンに漂います。あとは調味料を入れるだけ。テーブルの上に一晩置いておきましょう。ラップの代わりにフライパンの蓋。ほこりが入らなければ OK です。
残った皮は捨てちゃってもいいかなと思ったんだけど、眺めてたらやっぱり使いたくなりました。オレンジピールを作りましょう。お菓子とパンを作るのが趣味だから、オレンジピールがあると何かと便利です。買えばそれなりの値段はしますしね。自家製なら甘さを自分で調節できて、市販のものより香りがいいオレンジピールができるんです。作るのはちょっと根気がいるけどね。これだけ大量に作ればオレンジ風味のカンパーニュが心置きなく焼けそうです。ちょっと多すぎる気もするけど、冷凍できるから大丈夫。パン作りが趣味の友達にプレゼントするのもいいかもしれないですね。苦味を抜くために茹でこぼします。どれどれ、苦味は取れたかな。ちょっと食べてみましょう。いやー、まだまだ苦い。苦味の原因は白い綿です。少しだけ取り除きます。全部取っちゃうと硬いオレンジピールになるから、こそげ落とすのは半分ぐらいかな。もう一回沸騰させて一晩このまま置いておきます。15分ぐらい茹でてる間にオレンジの皮でお掃除。合成洗剤みたいに強力じゃないけど、油っぽさが取れて香りにも癒されますよ。夏みかんを処理してたくさん出た生ゴミは庭のコンポストへ。コンポストといっても大きめの植木鉢です。軒下に置いてあるから今のところ蓋はなし。生ゴミを埋めて土をしっかりかぶせておけば悪い虫は来ませんよ。一晩経ってポン酢ができました。ガラスの瓶は中身を使い切ったものを煮沸消毒して使います。だから形も大きさもバラバラ。これは洋酒が入ってた瓶ですね。これは美味しい調味料の瓶だなんてことを思い出したりしてね。自家製ポン酢を誰かにプレゼントするときは、一人暮らしの友達には小さめの瓶を、家族が多い友達には大きめの瓶をと、程よく食べきれそうなのを選べるから、意外とバラバラの瓶が便利です。ざるでこして鰹節と昆布を取り除きます。最後の一滴まで流し入れよう。今日から使えるけど、半年ぐらい寝かせるとまろやかになってますます美味しいですよ。塩麹がなくなったから作っておきました。お肉やお魚は下味をつけたり柔らかくしたり、少し日持ちが長くなるように塩麹につけておくことが多いです。だから塩麹は我が家の必需品。それを考えると作った方が圧倒的にお得です。これは明らかに節約になってる。鶏もも肉1枚に塩麹を大さじ1ぐらい。ポリ袋に入れて揉み込むと書いてあるレシピが多いけど、お肉が入ってたトレーのままで大丈夫。できるだけ空気を抜いて、お肉にかかってたラップでピタリと密封しておきましょう。茹でこぼして一晩水にさらしておいたオレンジピール、苦みが抜けました。
お砂糖とお水を入れて煮ます。煮るというより沸騰させては火を消して冷ます。1日に2、3回。気づいた時にそんなことを繰り返して、できれば水分がなくなるまで煮詰めたい。もしかしたら4日ぐらい、この量だと1週間ぐらいかかるかもしれませんね。のんびり焦らず美味しくなるまで待ってましょう。お昼ご飯は焼いた鶏肉と新玉ねぎ、サラダと自家製のパン。凝ったお料理は本当に気が向いた時だけです。いつもの食事は凝らずにシンプル。味付けも簡素なんですよ。新玉ねぎは焼くだけで甘くて柔らかいごちそうです。塩麹につけておいた鶏肉は米粉をまぶしてパリッと焼き上げます。丁寧なようでいて、実は横着者なんです。レタスはまとめて洗って冷蔵庫に入れてあります。洗うというひと手間がなくなるだけで、疲れて帰ってきた時もサラダならすぐ作れるという気持ちになれるから、不思議なものですね。市販のドレッシングは持ってないから、オリーブオイル、お酢、塩と胡椒を振りかけるだけ。普段のサラダはこれで十分です。デザートにヨーグルトも用意しましょう。これまた自家製です。慣れてしまえばヨーグルト作りなんてどうってことありません。蓋を開けたばかりの自家製ヨーグルトを清潔な瓶に一すくい取り分けておいて、こっちはこれから食べる分ですよ。去年作った夏みかんのジャムがまだ残ってました。取り分けておいたヨーグルトに牛乳を注いで蓋をして、暖かい場所に置いておくだけ。春夏秋はこんな感じで作ってます。気温によって半日から1日ぐらいでれっきとしたヨーグルトが出来上がるんです。節約というか、無駄なものを減らして気持ちよく暮らすのが目標なんだけど、趣味はあまりケチらずに楽しむ方だと思います。可愛い生地をゲットしたからエプロンを作ります。紐の色はグレー。ちょっとだけ使う差し色の布は赤にしようか緑にしようか迷いますね。布を押さえる文鎮は漬物石。持ち手があると便利だから小さな袋に入れてます。
袋がなければこんな風にハンカチで包んで縛ってもいいですね。趣味はケチらないと言いつつ、やっぱり使えるものがあるなら買わずに済ませたい。40年もののミシンが今も調子よく動いてくれてることに感謝です。自分で作るエプロンの形はいつも同じ。同じ型紙でもう5枚ぐらい作ってます。それって横着してるわけじゃないんです。今までいろんな形のエプロンをつけてきて、結局一番使いやすいのは今のシンプルすぎるぐらいのエプロンだと気づいたんです。フリルがついてたり、大きなリボンがついてたり、そういう可愛いエプロンについ惹かれて手を出したこともあったけど、しばらくするとよく使ってるのはやっぱりシンプルなエプロンでした。それでもこのエプロンはちょっと冒険してるんですよ。今までは無地の生地で作ってたけど、今回は可愛い柄。似合うかな？うまくいくかな？ちょっとの冒険はワクワクします。前回縫った時はポケットの位置を間違えてやり直したから、今回は慎重に。派手すぎず、かといって地味すぎず、明るい気分になれるエプロン。いい感じです。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録も